皆さん、こんにちは。あややさつきと申します。私は日本の自閉スペクトラム社です。今回は、日本の発達障害者による自助グループの一例として、音絵文字展における当事者研究の基本理念と実践についてお話しします。私は自閉スペクトラム社として本や論文を書いたり、講演をしたり、自助グループのリーダーをしたりしています。そして現在、東京大学先端科学技術研究センターで特任講師を務めています。でははじめに、当事者研究とは何かについてお話ししてまいりたいと思います。当事者研究は2001年、日本の北海道浦河町の精神疾患当事者の地域活動拠点である浦河ベテルの家で誕生しました。当事者研究とは、仲間の力を借りながら自分自身をよりよく理解するために研究する実践です。現在、日本国内はもとより、海外でも多くの自助グループや、様々な悩みや障害を持つ人たちに広がっています。当事者とは、何らかの困難やマイノリティ性を持った個人を意味し、研究とは research、すなわち自分自身のことを観察し、仮説を立て、日々の生活の中で実験し、それを仲間と共有するという意味になります。当事者研究は、自分の変えられる、変えられないの線がどこに引けるのかを探求させ続けてくれる終わりのない態度だと私は考えています。当事者研究によって自分に対する新しい実験を行い、自分の変えられる部分を発見できたときには面白さを感じることができます。また自分の中の変えられそうにない部分であれば、それを丁寧に分析し、社会のデザインを変える資源にすることができます。このように当事者研究は自分を変え、社会を変える取り組みだと言えるでしょう。また、当事者研究では外在化というアプローチを用います。これは問題と本人を切り分けるという考え方です。一般的に私たちは問題と本人は結びついていると考え、問題を抱えた本人に注目し、本人が注意を払い、反省、謝罪し、改善する責任を負うべきだと捉えています。しかし当事者研究における外在化アプローチでは、問題と本人を切り離して捉え、周囲の人々はその人を責める態度を保留します。そしてその人も周囲の人々と共に問題を眺め、問題の構造について研究するのです。さらに、当事者研究には当たり前を壊す力があると私は考えています。私たちのような一見して判別しづらいマイノリティ性を持つ人々は、すでにある医学的な定義や、同じカテゴリーの先輩当事者がすでに広めてきた言説が当然視する概念と、自分の体験が一致しないとき、自分はそのカテゴリーに属することができる本物ではないかもしれないという不安や疎外感に陥ることがあります。しかし、そのような時でも当事者研究の場合、一度診断基準や従来の言説を脇に置き、自分でもわからない自分の中にある困りごとを仲間と一緒に研究します。そして、自分自身の経験を分析し、説明できる言葉を作り出そうとします。さらに、研究成果を仲間に伝えることで、他の仲間にもその言葉が広がり、新しい概念や言葉が通じる場ができていきます。こうして当事者研究によって自分を把握し、自分に振り回されなくなり、生きやすくなるのです。また、すでにある医学的な定義や先輩当事者の言説を更新することもできます。当事者研究には言葉を使う以外の方法もあります。例えば、小学生が行う当事者研究の事例では、自分の中にある困りごとを
ポケモンのようなキャラクターで表現した絵を描いて、子供たち同士で分かち合う方法が用いられました。また、うつ病を抱えた仲間の当事者研究では、自らの苦労を工作で立体的に表現しました。以上のような特徴を持つ当事者研究に私も取り組んできました。その際に私が意識したのは、自閉スペクトラム症を障害の社会モデルに基づいて捉え直すということでした。私は社会的コミュニケーション障害という診断基準からは出発せず、私個人の体験を言い当てる言葉を生み出すことを心がけました。そして2008年に発達障害当事者研究という本を出版しました。私の当事者研究の例を一つだけ挙げますと、多くの人々は聞きたい音だけを抽出して聞き取ることが可能ですが、私は言葉の意味の判別の邪魔をする様々な物音や反響音などをすべて拾ってしまう選択的聴取の困難を抱えていることが見えてきました。そのため、私は相手の話し声を聞き取れないだけでなく、自分の話し声も聞き取りづらいので、自分が何を話しているかわからなくなり、発話困難も生じるのだということが分かってきました。こうした自分の特徴を把握することで、自分の特徴を変えるのではなく、自分に合った環境を選ぶことができるようになりました。例えば私は、コンクリートの打ちっぱなしの壁で囲まれた空間、吹き抜け空間、居酒屋、そしてライブカフェなど、反響、話し声、BGM が大きい場所を避けます。そして、防音壁やカーペットなどの吸音材のある空間を選ぶことができるようになりました。音楽室の有効ボードやグラスウールなどの断熱、吸音材も効果的です。このように自分の当事者研究に取り組みつつ、2011年、私は発達障害を持った仲間と共に当事者研究会を始めました。次にその基本理念と実践についてお話しします。音絵文字手とは、発達障害者が中心となって運営参加し、当事者研究を行う会です。ホームページにて5つの動画を公開していますので、ぜひミーティングの様子をご覧ください。私たちは、一人の時でも生じる困りごとの研究も、人との関わりの中で生じるコミュニケーションの困りごとの研究も、どちらも重視しています。2011年8月以降、約10年の活動期間の中で、179回のミーティングを行い、延べ3537人の参加者が集まってくれました。これらの研究タイトルについてもすべてホームページで見ることができます。私たちのミーティングにおいても、私たちに適したコミュニケーションルールをデザインすることを心がけました。例えば、私たちの持つ感覚過敏や疲れやすさという特徴を踏まえて、以下のようなルールを作りました。匂いや音の少ない食べ物や飲み物は OK。匂いの強いもの、音の出るもの、アルコールはお控えください。遅刻、早退、直前キャンセル、サボりも OK。ソファーで横になっても OK。無理のないようにお願いします。また一方で以下のようなルールも設定しました。動き回る、音を立てるなどはご遠慮ください。人が話している最中の会話はご遠慮ください。このようなルールは、ついそのような行動をとってしまいやすい仲間と、そういった他者の行動に混乱しやすい仲間が共存するために設けられています。日本では専門家から自閉スペクトラム症者はコミュニケーション障害があるから自助グループ運営は無理だと言われていました。しかし私たちは自助グループを約10年続けました。5年目になると進行方法が定まってきたので、2017年8月以降はグループを進行する司会のための台本を作成しました。それによって参加者が順番に司会を担当できるようになりました。
また、クロストークではなく、一人ずつ話すのがデフォルトのルールの一つですが、一番話すのが苦手な参加者から、自分の番の時に話しにくかったら、最後にもう一度順番が回ってくるという新しいルールがさらに提案され、すぐに追加されました。このようにして、私たちはルールの更新を続けていきました。さて、元絵文字店の当事者研究ミーティングのキーポイントは以下の3つです。1つ目は具体性です。研究にはデータが重要ですので、いつ、どこで、誰と、どんな風だったのか、その時の気持ちなど、毎日の生活の中で自分の経験のデータをなるべく具体的に集めてみましょうというものです。2つ目は構造性です。研究では、誰がどんな風に悪いのかを暴いて責任を追及するのではなく、時間軸に沿って事実を並べて、パターンを探求、発見するなど、構造に着目しましょうというものです。3つ目は共有性です。困りごとを人に話すのは怖いので、つい、これは誰にも言わないでおこうと思うかもしれません。でも人に伝えようとするとき、初めて言葉は生まれます。安全な範囲から共有をスタートして、無理せず少しずつ、いろいろな人たちと分かち合ってみましょうというものです。元絵文字での研究方法は大きく2つあります。前半は共通テーマ研究です。参加者は一人ずつ共通する一つのテーマに沿って自分の感覚や経験を語ります。一人当たり1、2分でタイマーを鳴らします。意見のやり取りはせずにお互いの話を聞き続けます。こうした進め方は依存症の自助グループの言いっぱなし、聞きっぱなしという方法を参考にしています。元絵文字での研究方法の2つ目は後半の個人テーマ研究です。参加者の一人が今抱えている困りごとについて参加者全員で考えます。少し意見のやり取りがあります。私たちはこの方法を駆け込み当事者研究と呼んでいます。私たちはこうした当事者研究をファシリテートする方法の練習を目的とした初心者向けの実践的なワークシートも作成しました。このワークシートでは仲間の当事者研究をどのように進行すればいいのか、また仲間の語りの傾向に合わせてどのように即興的な対応をすればいいのかなど、当事者研究を進める際に基本となる方法を習得します。さらにこのワークシートでは、上下関係にならないように対等性を意識し、机上での独善的な取り組みに陥らないように、仲間との分かち合い、日常生活における実践を重視しています。当事者研究ワークシートでは、主に自分の2つの側面を研究します。一つは、時間を超えて変わらない一人の私として共通している自分という側面です。これについては、苦労のパターンというワークを行い、自分がどういった苦労を繰り返しているのかを探ります。もう一つは、時間とともに変わり続けているが、一人の私として連続している自分という側面です。これについては、苦労の年表というワークを行います。自分の苦労度がどのように変化してきたのかを時間軸に沿って探ります。他にも大切なワークを3つ紹介します。1つ目は問題が生じた背景要因を考える際に、個人的な要因だけでなく、社会的要因についても検討するワークです。これは障害の社会モデルを踏まえて作られており、問題が生じた原因がすべて自分にあると思い込んで語るケースに対して視野を広げる狙いがあります。二つ目は仲間同士でワークシートを交換して、相手のワークシートを読み、コメントするというワークです。こうして仲間のそれぞれが抱える困難を共有することが最も重要な作業だと考えています。ただし、こうしたらいいよというアドバイスを仲間に伝えてしまうと、
言われた側は攻撃されているように感じ、安全性が脅かされます。アドバイスではなく、自分自身の似ている経験談のみを伝えるように繰り返し説明する必要があります。3つ目は実験計画のワークです。日常生活における実験として、負担が少なく、すぐに試せる具体的な行動を考えます。この行動には、感じ方や考え方の変化も含みます。そして実験した後には、実験報告も記入しておきます。実験なので失敗も貴重なデータです。失敗を恥じたり落ち込んだりする必要はありません。経験は宝だと考えて、次の実験を検討する資源にすればいいのだと、あらかじめお伝えしています。最後に、コロナパンデミックによる断念と新たな挑戦についてお話しします。2020年に入ると COVID-19 のパンデミックが始まり、私たちは集まることができなくなりました。最初は休会を考えましたが、依存症者の自助グループが素早くウェブに移行してミーティングを続けていると聞きました。それに倣って私たちも2020年の4月からミーティングのオンライン化に尽力しました。2020年の4月、5月のウェブミーティングで話された COVID-19 パンデミックの中で経験した参加者の不安、困りごとの例としては、心身の健康及び日常生活の悪化、オンライン化による業務や学業の混乱、あらゆる施設がストップしてしまい、居場所がないことなどが挙げられます。感覚過敏の問題として、マスクの感触が苦手なため装着できないことや、水に触るのが苦手なので手が洗えないことなどが話された点は、私たちらしい特徴だと言えるのかもしれません。2020年6月頃になると、ウェブでもこれまでのミーティングの方法を再現できそうだという見通しが立ちました。しかしさらに数回続けてみると、方法は再現できても大切な雰囲気は再現できないということを痛感しました。結局残念ながら2020年10月を最後に休会しました。オンライン化によって失われたこととして、以下の2つがあると私は感じました。一つは、参加者たちの体全体から受け取る非言語の情報を司会者の私が受け取れなくなったということです。新しい参加者の情報が少なすぎることによる不安が私に生じました。もう一つは、長年通っている参加者同士が生み出す温かい雰囲気を新しい参加者に伝えてもらうことができなくなったことです。また、当時はまだ私も含めて参加者全員がウェブミーティングの方法に慣れていなかったため、司会者の私は仲間の助けがないまま一人で進行しなければなりませんでした。その結果、私が仲間に与えてしまう支配感は強まり、私にも孤独が生じてしまったのです。現在2年以上休会し、今後の活動について悩み続けているところです。しかしこの3年の間に新たな挑戦もありました。それは世界の仲間との国際的な連携です。パンデミック以前から徐々にイギリスやアメリカで視察や講演をしたりし始めていました。そしてパンデミック以降、チリや韓国の仲間に動画を送ったり、ヨーロッパを中心とした仲間たちと一緒に論文を出版したりしました。日本だけでなく世界的に見ても、まだまだ私たち自閉症者は障害の個人モデルに支配されていることを痛感しています。世界の仲間との間に生じる言語の壁には苦労していますが、少しずつであっても、お互いが抱えている問題を分かち合い、協力していきたいと考えています。こちらが最後のスライドです。私たちの今後の挑戦として必要だと考えていることが4つあります。まずは今後も引き続き当事者研究を土台に置き、自閉症とされる私たちの文化を共有・蓄積していくことです。
私は長年、ろう者の仲間たちの活動を間近で見てきましたが、ろう文化という文化的なアプローチには参照できる部分が大いにあると感じています。そして私たちの当事者研究のグループで共有された文化を広く伝えていくことで、自閉文化の理解啓発を進め、多くの人々の自閉症者に対する考え方が、障害の個人モデルから社会モデルへと移行することを目指したいと考えています。また現在私は学術の世界にいるので、自閉症者たちが単なる研究対象として扱われるのではなく、共に研究を進めていく対等なパートナーになることを目指して、学術の環境を整備したり、人々の意識を変えるような知識を提供するシステムを作成したりしていくことを引き続き検討していくつもりです。それから先ほどお話ししたように、世界の自閉症者との連携交流を継続していけるよう、人物交流、共催イベント、共著論文等での発信に取り組みたいと思います。以上で発表を終わります。ありがとうございました。